はい、こんにちは。今日はね、放爆式武装土雲やっていきたいと思います。オリジナル武装のシリーズなんだけど、対ロボット用の武装として作りたい。ということで、行ってみましょう。で、先に言っとくと、今回タイトルにあるように虫の形をしたものを作っていくので、虫嫌いの方はご注意ください。って言ってもね、虫の足っぽいパーツをつけていくってだけでわしわし動くわけでもないので、極度の虫嫌いの方でなければ大丈夫じゃないかな。で、以前から見てくださってるお客さんはご存知だと思うんだけど、この光爆式武装っていうシリーズは半身を覆うタイプの後部を一体型の武装ってのが基本コンセプトになってます。光爆式って名前はシャーマンキングからのインスパイアなんだけど、ご存知ない方はカンコレとかの偽装をイメージしてもらうと近いかもしんない。とはいえ、具体的にどんな感じにするかは作りながら考えてるんだけど、クマっぽい感じに足が四方八方に伸びて、そこに刃物をつけるような感じかな。大雑把なイメージとしてはだいたいこんな感じではあるんだけど、装身具としてはどんな感じだ？ちょっと持ちにくいな。この辺は調整するとして、とりあえず背負ってみた感じだと、まあ割と武器としては成立しそう。ただ今回やりたいのは立って使うんじゃなくて座って使うので、この足が地面に広がるような感じにしたいんだけど、これ横がスカスカに見えるので、この辺も要調整か。ちなみに理想だと匍匐前進しながら使うようなイメージなんだけど、この世界では這いつくばれないことも分かっていて、試しに這いつくばってみるとこんな感じです。これリアルで這いつくばってるんだけど、座ってるのがちょっとバグった感じになります。私が使ってるクエスト3っていう VR デバイスだと、そもそも足の位置をトラッキングできないってのはあるんだけど、フルトラッキングの機材を使ってる人でも寝そべったりの動きはできないって聞いたことがあるので、これはこの世界の制限ってことですね。痛い。今何が起きたのかというと、私がリアルで机の下に寝そべってて、起き上がる時に頭をぶつけちゃいました。はい、そんな感じで引き続き作っていきます。ボディがちょっと小さかったので一回り大きくするのと、それに伴って足をもっと大きく広げるような感じかな。頭が完全に飛び出る感じだったのもちょっと覆うような感じにしといて、顎をイメージした近接用の刃物もつけときます。まだ改良の余地はあるんだけど、さっきスカスカだったのがちょっとマシになったかな。デザインの方向性はだいたいこんな感じとして、先に実践で使い物になるかどうかを試しておきましょうか。いざ。そう、これは英語テロップでご覧になられてるお客さん向けなんだけど、 Until now, I've been covering with Shadow Armor, but from now on, I've changed it to a new one, Shadow Binder.This is because I wasn't aware that there was a word called armor piercing shell, and
I thought it might be little confusing とにかくまあ悪くなさそう。今回の作戦としてはロボットの足にダメージを与えたり引っ掛けたりすることって転倒させてから追い打ちをかける。一発あたりのダメージは期待せずにじわじわと削っていく感じですね。まあ今ね体から外れちゃって装備し直そうとしてグダグダやってるんだけど、それよりも見てほしいのはここ。しゃがんだ状態だとロボットの攻撃がほとんど当たらない。これはロボットは決まった動きしかできなくって低い位置への攻撃は苦手っていう特性を逆手にとってます。まあロボットが持ってる武器の長さ次第では当たったりもするんだけど、それよりも今は自分の装備に刺さってダメージを受けてますねはい、まあとにかくやりたかったことはおおむねできそうなのでこのまま改良していきます。まず足に使うパーツとしてちょうどいいところに耐久性の高いゴム製の棒が転がってたのでこれを使いましょう。ちなみにこれはヘリの足に使ってた部品です。で全体的にもうちょい大きめに作り変えてるんだけど装具が薄いせいで体が結構はみ出して見えてたのがかっこ悪かったので頭の部分を大きくしてそれに伴って腹の部分も大きくしてます。ついでにさっきの具合だと倒れた敵が背中に乗るシーンもあったので背中に刃物を乗せとけば追加ダメージも期待できるんじゃないか。そんな感じで作っていってるんだけどさっきよりも良くなったかもしんない。これでもっぺんいってみましょう。まあいい感じにはなってるんだけどちょっとね全体の重量が上がったのと地面に引っかかるパーツが増えてるのかな。結構動きにくいですね。とはいえさっき見た通り足元を集中攻撃するコンセプトはいい感じだし極端な話自分が動かなくても敵が寄ってきますね。敵が複数寄ってくると同士撃ちも発生するので自分自身がトラップみたいな形にもなってこれはこれでいいかもしんない。ガチガチに防御を固めるってのも悪くはなさそうなんだけどどっちかというとちゃんと動きながら戦いたいかな。動けないと完全に消耗戦になっちゃうので無限に出てくるロボット相手だとそのうちやられちゃうんだよね。はい、さっきの戦いで悪かったところを最終調整しながら仕上げていきます。まず体を固定する部品が持ちにくかったり体をすり抜けたりしてたのでちょっと厚みを増やします。で顎につけてた刃物が体に刺さりやすかったんだけどこいつはちょっと離した方がいいのか。あと地面に引っかかりやすかった問題はどこが引っかかってたのか確認してみるとこの辺の部品なのかな。これはベアリングをつけることで滑りやすくなるはずで体を保持する仕組みとしてはベアリングホルスターって呼んでるテクニックを使います。ホルスターはこんな感じで物をぶら下げて持ち運ぶことができるんだけどここにベアリングをぶら下げると軸と外輪が別で動くのでこの例だと
外輪をぶら下げていても軸をつかむことができます。これでホルスターの保持力と腕力の保持力を両方使うことができるってな算段なんだけど、いてこいつはやっぱこの辺か。とにかくこれで実際に戦ってみましょう。いざ。結構動きやすくなりましたね。これブレードは要所要所にセラミックスとかタングステンをつけてはいるんだけど、贅沢ができるほどの量はないのでほぼほぼ鉄ですね。なので当たりどころがいい時と悪い時の差は大きいんだけど、100ダメージを超える時も少なくないし、敵の攻撃モーションは下半身はあんまし動かないので、そこを狙いやすいっていう強さがありますね。しかもダメージが少ない時でも転倒させることができる確率が高いし、転倒させると手に持ってる武器を落とすので、特にセラミックスなんかは先に奪って拾われないようにすると同時に自分を強化するってなことができます。で、敵がドロップしたアイテムもパクパク食べてこんな風にくっつけとくと持って帰りやすいですね。まあ欠点といえばこの視界の悪さかな。ただでさえ姿勢が低くて視界が悪いのに両側も覆ってるんでね。とはいえロボットと格闘してる分には適当に動いてればどこかのブレードが当たってはくれるんだけど、落ちてる石とかでブレードが壊れたりするので、できるだけ開けた場所で戦うのが良さそう。ある程度戦いに慣れてくると結構効率的に戦えるようになったのと、セラミックスを拾えた分こっちの武装もそれだけ強化できるので、その分効率が上がったりしますね。ただ当初考えてたような転倒させてから追い打ちをかける戦い方はロボットが起き上がる挙動で私ごと持ち上げられるようなこともあったので、あまり積極的にはやってないかな。とはいえ、よし、武装の性能は十分に堪能できたし、資材も結構集まったので、これで基地まで戻りましょう。ということで光爆式武装土雲やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。今回のはかなり特殊なデザインになってるんだけど、いい感じに雲みたいな気持ち悪いイメージは再現できたとはいえ、ソーシングとしては気持ち悪すぎるかなまあとにかく当初予定してたみたいに連想系の部品は十分に確保できたので、これで山の向こうに帰りたいんだけど、うちのヘリだと荷物を積んで飛べないんだよね。なので別の乗り物を作ろうかな。ということで次回は水上スクーターやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。